主の御心によりエドモンド・ライマンは土に帰ります。彼は土から取られたものですから、土は土に、灰は灰に、塵は塵に。亡くなったライマンさんの奥さんのフローラさんはどちらにおいでです？奥さんに何の用だ？チャーリー・チャップマン。どうした？シリス探偵の俺がここにいるのがそんなに不思議か？出た。話せよ。悪いが俺は奥さんから護衛を頼まれてな。護衛？ああ、お前のようなうさんくさいやつから守るためにだ。そんな、私はただライマンさんの死亡について報告書を。たく、死体に群がるハイエナかよ。彼女は今最愛の夫を失って悲しみのどん底にいるんだぞ。あの美しい人をこれ以上悲しませるやつは俺が許さない。たとえ幼馴染のお前でもな。何人の顔をじろじろ見てんだ。いや別に。分かったらとっとと帰れ。しかしチャーリー。帰れと言ったら帰れ。いいがこれ以上彼女の周りをうろちょろするな。だいたい昔からお前が現れるとろくなことがないんだ。殺されたのは実業家のエドモンド・ライマンだ。彼はエリック・リンドの下宿の庭先で発見された。背中にはエリックのものと思われるバラの剪定用のハサミが刺さっていた。ああ、これがエリック・リンドだ。彼はライマンの屋敷のバラ園の管理人をしていた。だが事件後行方不明となっている。警察はエリックを殺人犯と断定、指名手配して行方を追っている。信じられない。エドモンドがエリックに殺されたなんて。エドモンドなしで私、この先どうやって生きていけばいいのか。奥さん、私にできることがあれば。そんな。どうした？ブレーキが効かない。危ない。すごいな。バラの館とはよく言ったもんだ。スパニッシュビューティーか。いい香りだ。どこから忍び込んできた？大丈夫かい？事故に遭ったそうじゃないか。相変わらず地獄耳だな。あいにくだが俺はこの通りピンピンしてるよ。
さあ帰った帰った。ブレーキオイルが抜かれてたんだって。うろうろ嗅ぎ回るなと言ったはずだ。やはり逃亡中のエリックの仕業か。イカれた野郎だ。奥さんまで手にかけようとしてるんだからな。エリックは奥さんに恋をした。あんなにご主人を愛している奥さんを力ずくでもものにしようとしていたんだ。それを知ったご主人のライマンさんは首を宣告した。すると奴は逆上してライマンさんを殺し、今度は奥さんまで。まったく恋に狂った男は手に負えないぜ。なんだ。いや、しかしそれにしては警備が手薄じゃないのか。だが言え、警察が周囲を張ってるし、それに何よりこの俺がいる。しかし現にこうして私が入り込めたわけだし。どんな場所でも涼しい顔して入ってくるのはお前くらいのもんだ。警備を固めた方がいいと思うんだけどな。車の事故のことだってあるし。帰れ。これだけ情報があれば報告書を作れるだろう。フローラさんは絶対に俺が守る。またあいつに美味しいところを持っていかれてたまるか。お体はもうよろしいんですか。ええ、あなたが守ってくれたおかげですわ。しかしやはりここは危険です。どうでしょう。少しの間身を隠されていては。ええ、でもこのバラ園は主人が丹精込めて作り上げたものです。主人のためにも私はここを守らなければ。幸せな方だ、あなたのご主人は。白バラの花言葉をご存知ですか。信頼です。私を信頼してください。必ずあなたを守ってみせます。ライマンさんはここに倒れていたんですね。ええ、このバラの上にうつ伏せになって。そうですか。ここで人が殺されたなんて思うと私怖くて怖くて。このバラはスターリングシルバーですよね。ええ、そうですよ。今んとこエリックの足取りはつかめてないがね。ま、必ず捕まえてみせるよ。左利き用の剪定バサミ。エリックは左利きだったんですね。ああ。エリックの指紋は出たんですか。それがエリックどころか誰の指紋もついとらんのだ。誰の指紋も。まあ大方犯行をごまかすために奴が拭き取ったんだろう。ライマンの検視写真だよ。どうかしたかね。いやー、ずいぶん傷がついてますね。バラの上に倒れてたんだ。当然だろう。ねえ。フローラ。どうしました奥さん。奥さん。死んでる。毒だ。奥さん、この牛乳は。朝配達された牛乳です。なんですって。エリックよ、エリックがやったんだわ。大丈夫、落ち着いて。怖い。私も殺される。私が
ずあなたを守る。それは埋葬の時ご主人に捧げたバラですね。ワンちゃんは本当にお気の毒でした。あなたは？こら太一、また忍び込んできやがったか。心配いりません奥さん。こいつは幼なじみのキートン、保険のオフです。もっとも人間的には多少問題がありますがね。綺麗ですねこれ。新種のようですが何という名前ですか？名前はありません。は？この色を出すのが難しいんです。主人と庭師のエリックが10年以上かけてようやく作り出したんです。ところが新種として登録しようとした矢先にあんなことに。そうだったんですか。実は私の祖母の家にもささやかなバラ園がありましてね。大変なんですよね、バラを育てるのって。ええ、冬のうちから堆肥のすき込み、剪定に接ぎ木、春は病害虫の予防に大あらわ、花が咲くと追肥して。でも肥料をやりすぎると花の色が悪くなることもあるんですよね。ええ、よくご存知ですのね。とにかく大変、一年中手を休めることができないんです。本当にバラ作りってのは大変なものですね。いや、うちのおふくろも庭いじりが好きでしてね。特に一番がバラ。これは掘り返しの跡ですね。ええ、そこにはパパメイヤンが咲いていたんですが、新種を生かすため抜いてしまったんです。パパメイヤンね。たくデリカシーのないやつだな。犬のことは警察に聞いたよ。エリックが使っていた農薬だって。知ってるなら彼女を驚かすような真似はするな。ごめんごめん。でも彼女バラの話をしたら元気になってくれたし。うまいだろ。ん？このチェリーパイうまいだろって聞いてるんだよ。ああ、そうだね。作ったのはあの奥さんだ。へえ、大したもんだ。同じ味なんだ、おふくろと。ん？おふくろの味を出せる女性がこの世にいるとは思わなかった。太一、邪魔すんなよ。誰がいつ邪魔したよ。まあいい、食ったら帰れ。こっちはエリック対策で忙しいんだ。そのエリックなんだが、彼はどこでライマンさんを殺害したのかな。はあ？ライマンさんの死体が発見された花壇のバラはスターリングシルバーといって最もトゲが少ない種類なんだ。それなのに彼の顔には細かい傷がたくさんついていた。それじゃあお前はエリックがどこか別の場所で殺したっていうつもりか。確信はないんだが。は、エリックは殺害したライマンさんをそのまま放置して逃走した。お前も読んだろう、警察の捜査資料。しかし、いい加減にしろよ。お前のバカバカしい推理なんか聞いてる暇はないんだ。そうですか。フランスのおばさんのところへ。チャーリーさんの言う通り、身を隠すことにしました。それがいい。ここは危険すぎます。ここのバラ園を去るのは辛いけど。私も辛い。え？フローラ、あなたと別れるのは。チャーリー。えっ、エリックの作業小屋か。農薬。
例の牛乳に混入したものだな。これはこの血痕ならとっくに調べはついてるぜ。エリックのものさ。エリックの？大方バラの剪定中に指先でも切ったんだろうよ。それにしてはかなりの量の血液じゃないか。知るかよ。言っとくがな、殺されたのはエリックじゃなくてライマンさんなんだぞ。おい太一、何？エリックはすでに殺されているだと？おかしいと思ったんだ。凶器の剪定バサミには誰の指紋もついていなかった。数ある証拠の中でなぜハサミだけに証拠を隠滅するような真似をしたんだろう。剪定バサミには別の誰かの指紋が付着していた。そしてあの血痕。それじゃあ車のブレーキオイルを抜いたのは誰だ？犬を殺したのは誰なんだよ？お前の推理にはほとほと呆れたよ。しかしチャーリー、それは。やめろ、黙れ。チャーリーさん、どうなさったの二人とも。もしかして喧嘩？いや、こいつの推理があまりにバカバカしいんでね。つい。そろそろ出かけようと思います。空港までご一緒してくださる？空港？フランスのおばさんのところへ身を隠すんだ。さあ行きましょう。ちょっと待ってください。この新種のバラ、前より色が悪くなっていますね。追肥の窒素分が多すぎるんじゃないですか？やめろ、急いでるんだぞ奥さんは。奥さん、旅行は中止にしてください。太一、警察にここを掘り起こしてもらうまで。やはりここに埋められているんですね、エリックさんは。なんだって？ここにはパパメイヤンを植えていたと言っていましたね。あなたはご主人をここで殺し、エリックさんの家の庭に運んだ。だからご主人の顔にはパパメイヤンの細かいトゲの傷がついていたんだ。そして作業小屋で殺したエリックさんをここに埋めた。よせ太一。あなたは車のブレーキオイルを抜き、犬に毒を飲ませ、あたかもエリックさんが生きているかのように見せかけた。すべてエリックさんの犯行だと思わせるために。やめろ、やめんか。私エリックを愛していた。幸せだった。二人でバラを育てるだけで、彼の胸の中にいるだけで。でもそれを知った主人は逆上したわ。殺されると思った。だから私思わず。エリックは一緒に逃げてくれると思ってた。彼だけは私を助けてくれると信じてた。でも彼は警察に通報する。自首しろって。私のこと愛してなんかいなかったのよ。もういい、フローラ。エリックさんは心からあなたを愛していた。だからあなたに自首を勧めたんです。あなたに何がわかるっていうの？あなたなんかに何が？この新しいバラ、エリックさんは新種登録の申請をするつもりでした。登録名はグレースフルフローラ。優美なるフローラか。エリック。エリック。
チャーリー。だから言ったんだ。お前が現れるとろくなことにならない。疲れ切っても声も出ないほど自分を切り裂くことはないよ。あなたは In my mind ため息こぼす僕に何も言えない君、音のないテレビを見つめて坂道登ることに迷いなど感じない。時が過ぎる限り僕らは強くなれる。獲物を狙うプロの目は微塵の容赦もなく、ただひたすらに急所を探る。その目に映る獲物はただ狩られるのを待つだけの存在でしかない。だがもし獲物に哀れみを感じてしまったら、獲物は獲物という存在ではなくなってしまう。次回フェイカーの誤算。